どうも、さっさんです。今回はですね、2025年 Amazon ブラックフライデー購入品紹介やっていきたいと思います。今回の Amazon ブラックフライデーかなり開催期間も長いし、セール対象商品も多いし、もちろん割引率もすごかったということで、以前からね、気になってた商品を結構たくさん購入したというのと、普段から愛用している商品っていうのもリピ買いしましたので、前半で新しく購入したもの、後半はリピ買い商品っていう感じでね、やっていきたいなと思います。今回紹介するものについてはね、動画の概要欄に全てリンク載せてありますので、気になったものはぜひチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずね、新規購入のガジェットからいきたいんですけども、一つ目が、アンカーのナノチャージングステーション 7-in-1 っていうやつで、これ確かプライム感謝祭の時かな？その時もね、セール対象だったんですけど、一瞬でね、なくなっちゃったんですよ。そんぐらいね、人気の商品で、実は今回のブラックフライデーでも序盤でね、品切れになっちゃったんですけども、一応在庫追加されたみたい。今注文してもね、届くのが若干先にはなってるんですけど、気になった人はですね、ぜひ商品ページチェックしてみてください。じゃあ行きます。よいしょ。意外と本体は大きめだな。はい、本体がこんな感じのね、充電器、電源タップみたいな感じかな。これ背面にですね、電源コードがもうくっついてます。で、AC の差し込みがね、3つついていて、正面から見たとき右側に巻き取り式のね、この USB ケーブルがついてるっていうのと、Type-C、Type-A も1つずつついてます。で、さらに左側にもね、これ、巻き取り式の USB ケーブルが1本ね、ついてるということで、僕はこれデスクの下か、デスクのシェルフの下に両面テープかなんかで貼っつけて使いたいなと思ってます。でもこれボタンあるから、つけたらボタン押せなくなっちゃうのか。ここにね、多分充電状況を確認するためのボタンありますね。はい、電源コード差し込んでみました。すると、ここのね、ディスプレイが光って、充電状況がね、わかるようになってると。試しにスマホの充電やってみましょう。これ USB 端子の出力は最大 100W になってるので、普通にね、ノート PC とかの充電にも使えそうだし、僕はですね、デスク周りの充電、主にしたいなと思ってたので、全然十分なね、出力だと思ってます。今 15W でね、スマホ Galaxy Z Fold 7充電できてますね。今ね、残量が 80% ぐらいあるので、この速度なんですけど、十分かな。いや、これどうしよう。くっつけたらな、ボタン押せなくなっちゃうんだよな。別にディスプレイはね、光ってなくてもいいっちゃいいんだけど、ちょっと悩むな、どうすればいいか。一応底面にこういう滑り止めとかもあるし、くっつけずに普通にね、こう置いて使うっていうのもありだな。そこはおいおい考えたいと思います。これが一つ目。はい、続いて2つ目がこちら、BOSE のワイヤレスヘッドホンですね。クワイエットコンフォートウルトラヘッドフォンズ第2世代っていうね、最新のヘッドホンで、実はこれもうね、開封してソニーのヘッドホンと比較動画っていうのを出してるんで、今回ね、この動画ではさらっといきたいと思います。これね、最新ヘッドホンということで、普段の値段結構高いんですよ。54,000円で販売されていたんですが、ブラックフライデーで確か46,000円とかそのぐらいかな。最新製品なのにね、結構割引されてたんですよ。で、やっぱり最上位のね、ヘッドホンなので、ものすごくね、質感も高くてかっこいいんですよね。採用されてるね、パッドっていうのは合皮になっていて、側圧も結構緩めでね、付け心地もいいし、金属パーツがね、また高級感を演出してくれてるんですよ。もちろん音質も素晴らしくて、低音と高音が特にね、強調されているような音作りにはなってるんですけども、イコライザー調整っていうのもできますし、ノイキャン、外音取り込みの性能っていうのも高いです。カラーバリエーションも豊富で、今年登場したね、ワイヤレスヘッドホンの中では間違いなくね、トップレベルの性能だと思いますので、気になる方はね、こちらもチェックしてみてください。はい、3つ目がちょっと大きめなね、箱なんですけども、これからの時期に備えて加湿器購入しました。以前はですね、空気清浄機と一体化した加湿器使ってたんですけど、引っ越しの時にね、ちょっと古くなったし処分しちゃって、今加湿機能のないね、ちっちゃい空気清浄機しかないので、今回ね、これ買いました。これはですね、3アップっていうところのスチーム式の加湿器になってます。はい、本体こんな感じ、いかがでしょうか。形的にはね、ゴミ箱っぽい感じではあるんですけども、真っ黒にね、上部木目調になってまして、結構ね、かっこいいというか、インテリアとしてもあんまり悪くないかなと思います。で、この加湿器っていうのはいろんなタイプがあるんですよ。スチーム式とか、超音波式とか、ハイブリッド型とかいろいろあるんですが、こちらの商品はスチーム式になってます。それぞれメリット、デメリットっていうのはあるんですけども、このスチーム式っていうのは中に入れた
は水をね、沸騰させるんですよ。ものすごく熱くして、その時発生する蒸気を出すっていうね、タイプ。これがスチーム式になってまして、それによって雑菌が死滅するし、カビが発生しないし、常に清潔な状態で使うことができると。デメリットとしては、水を沸騰させる際に電気代っていうのが結構かかってしまうんですよ。加湿器の中でもこのスチーム型っていうのが一番ね、電気代高くつきます。ただ、その分清潔に使えるっていうのと、メンテナンスもね、結構簡単らしいんですよ。使い方としては、これ回転させて、こういう蓋を外してですね、電源ケーブル入ってました。で、もうこの中に水を入れて、電源入れるだけって感じなんでしょうね。多分このスチーム型で一番人気なのって象印のやつだと思うんですよ。もう超定番のやつ。僕も最初それ買おうかなと思ったんですけど、結構値段が高くてですね、3万円近く、2万円台後半とかしたっていうのと、デザインがあまりにもね、ポッとすぎたということで、今回こちらにしました。これであればね、結構見た目も可愛いし、値段もね、今回ブラックフライデー対象でお得だったということで、これからの時期活躍間違いないんでね、加湿器気になってた方はこのタイミング狙ってみてください。はい、続いて4つ目がこちら、コクヨが販売しているガジェットポーチ、ビズラックっていうものですね。これはね、確か Amazon ブラックフライデー対象じゃなかったんですけど、前から欲しかったんでね、ポイントアップの対象にはなるしいいやと思って買ってみました。中身がこんな感じ、結構シンプルですね。こうガバッと広めに開いて、側面にメッシュタイプのね、仕切りがついてると。片側が3つ、もう片側がちょっと大きめのやつが、2つついてると。で、この上のところはね、ペンホルダーみたいなのもありますね。ここに、ボールペンとか、アップルペンシルとか引っ掛けといてもいいかもしれないですね。素材としてはね、これ結構しっかりしてます。すごくね、こう硬くて中に入ってあるものを衝撃から守ってくれそうな感じ。そんな高いものじゃないんですけど、結構ね、しっかりしてますね。僕が今回買ったサイズは、M サイズだったかな。これより大きいサイズっていうのもあるんですけど、そこまでじゃなくていいやと思って、今回このぐらいのサイズにしました。全然十分そうですね。ちょっと中に物入れてみるか。はい、今ね、僕が普段持ち歩くようにしてるガジェット収納してみたんですけど、ちょっとね、サイズギリギリだったな。実際に持ち歩くってなったら中身をね、選定しないと厳しいかもしれない。これね、開けてみると、はい。まず、ロジクールのトラックボール。これ MXL5 と、充電器、カフェとかでね、充電できる用の巻き取り式ケーブル内蔵したマクドードのね、67W 出力の充電器、こちら3ディスクの外付け SSD と USB ケーブル、あと一応入れてる、これキャプチャーボードですね。代用データのキャプチャーボード。で、あとはポケットに SD カードの変換とか、こういうね、くるくるってマグネットで束ねられる USB ケーブル。これマグテームっていうとこのやつですね。で、USB の変換と、あとはロジクールのトラックボールのね、レシーバーっていうのも入れてます。最後がこちら、有線イヤホンとアプローチの充電器と。これでね、さっきみたいな感じで、ちょっとパンパンだったので、いっぱいね、持ち歩くってなったら、やっぱワンサイズデカめの方が良かったかもしれないな。そんなに持ち物ないっていう方だったら、いいのかもしれない。これ外側とかにはファスナーっていうのがついてないんですね。なので細かく仕切りたい人にはちょっと微妙かもしれないんですけど、逆にね、こうガバッと一回開いちゃって、その中のものにね、全てアクセスできるっていうのは結構使いやすそうではありますね。はい、僕のチャンネルはですね、やっぱりガジェット好きの方がね、たくさん見ていただいてるのかなと思うんですけど、なんと、ガジェット関連ここで終了でございます。ここからね、日用品とか、食品とかね、そういったもの、ご紹介していきたいと思います。じゃあまず日用品ね、一つ目なんですけども、こちら、山崎実業のマグネット式のトレイですね。これ写真にあるんですけど、ドアにこうくっつけて使ってるっていう感じですよね。僕ん家のドアにもこれ貼り付けてね、傘とか、鍵とかかけたいなと思って購入しました。山崎実業はね、結構ブラックフライデー対象になってましたし、普段のね、セールの対象にもなってるので、そういうタイミング狙ってみるのがね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じ。なんか黒だからね、全然カメラのピント合わないな。この部分に傘をかけると。で、ここが、トレイになってて小物とか入れたりできるし、でね、一つフックがついてるんですよ。これを上とか下に引っ掛けて、鍵をね、かけたりとか、そういった使い方できるみたいですね。はい、画角がですね、ちょっと狭いんですけど、僕ん家のドアにね、取り付けてみましょう。マグネットでガチャッと。磁力はね、かなり強めですね。で、ここにこう傘とかをね、かけておけると。い
いや、いいね。今までね、この傘のやり場がなくてちょっと困ってたんですよ。で、あとはこのフックをつけて、鍵をかけとけると。こんな感じ。あ、いいかも。出かけるときはこの鍵をシュッて取って出かける。帰ってきたらまた戻す。あと、ここなんだろうな。これワイヤレスイヤホンとか乗っけといてもいいけど、玄関に置いてたら充電めんどくさかったりするのかな。どうだろう。今んとこ鍵と傘ぐらいしかね、マジでつけるものが思い浮かばないんですけど、これ以外にもね、山崎実業結構いろんなタイプ売ってるんですよ。このマグネットのやつ。値段も安いしね、興味ある方覗いてみてください。はい、続いてこちらですね。これはティッシュホルダーですね。僕ね、洗面所のどこにティッシュ置けばいいかというのをね、ちょっと迷っていて、今なんとですね、床に置いてるんですよ。置くとこなくて。はい、こんな感じのね、白いティッシュケース。これ本体の素材はね、金属製になっていて、結構ね、見た目いいね。これ値段がね、かなり安くて、1500円とかかな、そんぐらいで買ったんですけど、全然いいね。取り付け方としては、こういうね、粘着シートみたいなのがついてるんですよ。これ結構いろんなとこにね、くっつけることできるみたいで、これをくっつけたら、このね、反対側のフックに、このティッシュホルダーをね、こんな感じで、固定するという使い方。で、壁紙にね、これ直接貼ってもいいんですけど、引っ越しの時がね、怖いので、僕はね、これマスキングテープにこれを貼って、それに本体を引っ掛けるっていう使い方になると思います。はい、洗面所の壁にマスキングテープを貼ってさっきの粘着シートをくっつけてみました。で、これでね、もう本体をガチャッと引っ掛けるだけ。こんな感じでね、ちゃんとフックでね、固定されて、割としっかりしてるね。ここにティッシュを入れたら、いや、これ完璧だわ。めちゃくちゃいいな。もっと早く買えばよかった。これでもうティッシュペーパーの床置き生活終了です。俺がね、もう床に置いて、蹴りまくってたせいでもうボコボコになってたからね、ティッシュが。マスキングテープ越しにつけたらね、壁紙の心配もないし、これ同じくね、ティッシュ箱設置スペース難民の方、おすすめだと思います。はい、次がこちら VT コスメティックスっていうメーカーの、化粧品系ですね。お風呂上がりに使う系のやつ。僕ね、ブラックフライデー期間中結構生配信してるんですけど、その時視聴者さんがね、これいいよっていうことで教えてくれたんですよね。今回ね、2本セットのやつ買いました。リードルショットっていう製品で、こっちが S100、こっちが S300。これどういう製品かというと、この中に天然の針みたいなやつが入ってるらしいんですよ。風呂上がりにこれをつけることによって、肌にね、微細な穴を開けて、そこに美容液とか、化粧水をつけることによって浸透力を上げるみたいな、そういったコンセプトの製品だそうなんですよ。で、さっきこれが S100、こっちが S300 って言ったじゃないですか。これが針のサイズなのかな。この数字がでかいやつは結構使うと痛いらしいんですね。最初ね、一番数字でかいやつ買ったら効きそうだし、それにしようかなと思ったんですけど、絶対やめた方がいいよって言われたんで、とりあえずね、入門用ということで100、そして300にしてみました。これお風呂上がりにやるのがね、いいものではあるらしいんですけど、ちょっと塗ってみたいな、どんな感じか。見た目はね、普通の白い乳液みたいな感じだな。ちょっと塗ってみよう。あんまわかんないかな。ちょっとチクチクすんのかこれは。いや、謎ですね。でも痛くないな。個人的には大丈夫ですね。もうさっきね、シャワー浴びて、今化粧水とか塗った状態なんですよ。それもあるかも。ちゃんとお風呂上がりの洗いたての肌にやったらね、また違うかもしれないですね。いや、もうね、年齢的にだいぶいいおじさんになってしまったので、今後ね、肌に気をつけるためにちょっと導入してみたんですけど、よかったらね、リピ買いということで、ちょっと試してみたいなと思います。はい、続いてがこちらですね。筋トレ系のサプリメント2種類。レイズの EAA とグロングっていうところのクレアチン買ってみました。この2つどう違うのかというと、まず EAA はですね、必須アミノ酸9種類含まれてる筋トレ系のね、サプリメントなんですよ。この必須アミノ酸9種類っていうのはプロテインにも入ってるんですけど、プロテインの場合は吸収に結構時間がかかってしまうんですね。でも EAA っていうのはものすごく体に吸収されやすい、スピードが速いので、筋トレの最中とかにも飲めるようなね、ドリンクになってます。で、
で、クレアチンっていうのは同じくアミノ酸ではあるんですが、その種類がアルギニン、グリシン、メチオニンっていうもので、これを日常的に飲んでおくと、踏ん張りが効くようになるらしいんですよ。例えば筋トレ中にね、いつもよりも1、2回多くできるようになったりとか、そういう踏ん張りが効いて、そのおかげで結果として筋肉がつきやすくなる、トレーニングの効果が上がるみたいなものらしいです。これはね、今まで飲んだことなかったんで、新しく始めようと思って買いました。どっちもね、ブラックフライデー対象だったはずです。クレアチンっていうのはね、無味無臭のただの白い粉末らしいんですけど、EAA はね、味付きのスポーツドリンクみたいにね、なると思います。ちょっとこれ作ってみよう。はい、レイズの EAA シャインマスカット味作ってみました。味見してみます。いただきます。めっちゃ美味しい。うわ、マジでうまい。これ筋トレ中にね、うますぎてグビグビ飲んじゃいそう。水300に 12g 入れたんですけど、ちょっと氷もね、入れたんですけど、濃いな。もうちょい薄めで作ってもいいかなっていう感じ。今、マイプロテインのピンクグレープフルーツ味のね、EA 飲んでて、味変用にね、買ったんですけど、もう全然こっちの方がうまいわ。全然違うな。コスパ的にはね、マイプロテインの方が良さそうなんですけど、全然あり。うまい。はい、新規でね、購入したもの以上ということで、ここからね、普段からリピ買いしているものをご紹介したいと思います。まず一つ目、こちら、シャンプーですね。これね、ディアテックのカウンセリングプレシャンプーっていうもので、僕が普段メインで使ってるシャンプー2つのうちの1つでございます。もう1つはね、ディアボーテのひまわりっていうね、普通に市販されてる結構安めだけど評判がいいね、シャンプー使ってるんですけど、もう1つこちらはですね、美容室とかにも置いてある施術の前に使うシャンプーなんですよ。これを使うと毛髪に付着している、整髪料とか、いらないね、成分っていうのをきれいに洗い流すことができて、その状態で、美容の施術、パーマとかカラー、トリートメントとかをやると効果がね、より出やすいっていうようなね、ものになってます。これね、週2ぐらい使ってトリートメントするようにしてるんですよ。こういうね、パウチに入ってるので、別売りのポンプっていうのが必要になるんですけど、そっちはね、もう持ってるので、本体だけね、買いました。値段結構安くて2000円で1リットルなんですよ。しかもね、僕は毎日使わないので、めちゃくちゃコスパいいじゃんということで、気に入って使い続けてます。はい、その次、洗顔ですね。これ、カネボウのスクラブ入りの洗顔。これ、中身がね、こんな感じになってまして、結構おしゃれなね、見た目なんですよ。洗顔もね、僕いつも2種類使っていて、これはスクラブ入り、つぶつぶしてるやつですね。なので、毎日使わないです。これも、週2回とか、そんぐらい使うようにしていて、それ以外はミュオっていうね、マイルドな洗浄力のやつ、使うようにしてます。ちょっとどんな感じかお見せするとね、こういう、泥みたいな感じのね、見た目のクリームなんですよ。これよく泡立ててね、使うようにしてるんですけど、肌のザラつきとかもね、こう緩和されるような感じがしてね、すごい気に入ってます。値段はね、これ一つ3000円ぐらいなので、僕としてはね、ちょっと高めかなと思うんですけど、週2回ぐらいならね、許せるかなっていう感じで、たまにね、使ってます。はい、そしてお風呂とか、化粧品関係最後なんですけども、こちら、さっきね VT コスメティックスのリードルショットっていうやつでご紹介したんですが、同じくね VT コスメティックスのね、これ去年から使い始めてずっとリピ買いしている PDRN っていうやつですね。この PDRN っていうのは簡単に言うと肌の再生機能、それをねブーストしてくれるような美容液らしくて、これ使い始めてからね肌がもっちりしたようにね感じるんですよね。夜お風呂入ってこれ使って翌日ねすごいいい感じなんですよ。これ1本3000いくらぐらいで、さっきのねリードルショットってやつと組み合わせるとよりいいらしいんですよ。僕はね今までこのままで使ってたんですが、ちょっと楽しみですね。なんか効きが良くなるかも。お風呂用品もう一つ忘れてました。こちらボディーソープのダブのお得用ですね。これめちゃくちゃでかい 2.8 キロ入りなんですよ。通常の詰め替え用 8.5 個分っていうねめちゃくちゃどでかいねボディーソープの詰め替え用を買いました。口はもちろんキャップ式になってます。ダブはねすごい保湿力いいらしいので、ちょっとこれからの季節にね乾燥対策に導入しました。最近ねこれに変えました。別なのを使ってたんですけど。はい、続いてこちらヘアセットに使ってるグリースですね。これ最近ねパーマかけてからよく使ってるんですけど、昔はねワックスだけだったんですよ。でもグリースに変えてからすごいねセットしやすくなりました。このシートの下にねグリースが入ってます。
パーマの髪にワックスだけだと結構ね、パサついてしまうんですよ。で、ボリュームも出ちゃったりするんですけど、今ね、このグリースにピースのフリーズキープワックスだっけな、それを混ぜてね、グリース7、ワックス3ぐらいにしてね、つけるようにしてるんですけど、これにしてから本当にね、髪がパサつかなくなったし、今ね、髪が伸びてすごいボリュームあるんですけど、ワックスだけでやるよりね、めちゃくちゃいい感じにセットできるようになりましたね。で、個人的にいいと思ったのが、グリースってジェル状の素材だからか、お風呂の時にすごくね、洗いやすいんですよ。ワックスってものによってはね、何回もシャンプーしないと、こうずーっと残ってる感じするじゃないですか。これはね、結構簡単に落ちてくれます。もちろんね、どんな髪型に使うかでこの整髪量、どれがいいか変わってくると思うんですけど、僕みたいなね、パーマヘア、今波巻きパーマなんですけど、こういうパーマかけてる人にはね、マジでおすすめできると思います。ワックスと混ぜるのおすすめ。はい、その次がこちら2つ、洗濯機のメンテナンス関連ですね。まずこちらがですね、洗濯槽用のカビキラー。僕ね、これ1ヶ月に1回ぐらいね、やるようにしてるんですよ。洗濯機ってずっと使ってると、だんだん匂いがついていくんですよ。例えばですね、タオルとか洗った時に、なんか匂いするな、洗濯機の匂いかなとかってね、最初思ってたんですね。でも、こういうのを使うとですね、それがなくなるんですよ。最近の洗濯機って使い終わったら勝手にね、乾燥とか、入ってくれるし、あんまりそういう匂いとかカビとか気になりにくいかもしれないんですけど、それでもね、ちょっとずつ蓄積されていってしまうものを、これでね、リセットしてくれると。1ヶ月に1回はね、多いかもしれないんですけど、洗濯物のね、匂いがすごいスッキリするので、これね、マジで定期的にやるのおすすめです。安いし。はい、もう一つこちらですね。これ洗濯機のフィルターのところにね、取り付けるネットなんですよ。これつけておくと、よりね、ゴミをキャッチしてくれたりとか、交換も楽だしね、これはね、導入してめちゃくちゃ良かったなと思ってますね。これは20枚入りで、1回交換したらね、何日か使えると思うし、これもね、非常におすすめのアイテムです。はい、今回最後にご紹介するリピ買い商品、こちらですね。これ無印のコーヒー豆ですね。いくつか種類あるんですけど、僕が買ってるのはミディアムテイストっていうやつですね。このパッケージにね、一応どんな豆なのかっていう説明があって、これ Amazon の販売ページとかでもね、確認できるようになってます。香りマックス、苦味、酸味、コクが、そこそこの種類なんですけども、個人的にはね、すごく飲みやすくて好きですね。程よい苦味もあって、ちょっと前にデロンギのコーヒーマシン導入して、いくつかね、豆試してみたんですけど、今はね、これに落ち着いてますね。毎日ね、もう何杯もコーヒー飲んじゃうんですよ、僕。ちょっと飲みすぎがね、気になるぐらい飲んじゃってるんですけど、そのぐらいね、気に入ってるコーヒー豆。ブラックフライデーの対象ではなかったんですけど、そんな高くないしね、リピ買いしても全然気にならないぐらいの価格帯で美味しいので、コーヒー豆で迷ってる方、試してみてください。はい。というわけで今回は Amazon ブラックフライデーでの購入品紹介でございました。この動画出てる頃は、おそらくまだね、Amazon ブラックフライデー開催中だと思いますので、気になったものはね、ぜひチェックしてみてください。そしてブラックフライデーだけじゃなくて、毎月開催のね、Amazon セールの対象になってるものも結構あるんじゃないかなと思いますので、急いでない方ね、そちら狙ってみるのもいいかなと思います。というわけで今回は以上、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。